皆さん、家庭菜園とか農業って雑草を抜くのが大変とか、虫に食われちゃうとか、高い肥料買わなきゃとか、いろいろ悩みありますよね。でも、ちょっと想像してみてください。もしそんな悩みが全部吹き飛んじゃうような魔法みたいな方法があったら、知りたくないですか？今回はこれまでの農業の常識をまるっきりひっくり返しちゃう金ちゃん農法について皆さんと一緒に深掘りしていきたいと思います。これ本当にすごいんですよ。まずいきなりですが、すっごく大きな疑問から入りますね。普通甘くて立派な野菜を作ろうと思ったら、肥料をたっぷりあげて虫除けの農薬をまいてって思いますよね。でももし肥料も農薬も一滴も使わずに、しかもめちゃくちゃでかくて虫も寄りつかない野菜が育つとしたら、信じられます？いや、普通は無理と思いますよね。でもそのありえないを可能にする秘密が、実は足元の土の中に隠されているんです。というわけで今日の流れはこんな感じです。まず金ちゃん農法のすごい特徴を見て、次に微生物が喜ぶ土、つまり畝の作り方、そしてそこで採れる野菜の魅力、最後に循環型農業としてのまとめという4つのステップでサクサク進めていきますね。さあ、早速1つ目です。金ちゃん農法の驚くべき特徴。一体どういう魔法を使っているのか、そのからくりを見ていきましょう。この農法のコアになるルールはとってもシンプルです。まず化学肥料は一切なし、農薬もゼロ。そして驚くことに土を耕さないんです。耕さないのって思いますよね。その代わり高い畝を作って、それを黒マルチっていうシートで覆うんです。肥料も農薬もなしでおまけに耕さないなんて、これまでの常識からしたら放置って思われそうですが、実はこの高い畝と黒マルチが自然の力を 100% 引き出す完璧な環境を作ってくれるんですよね。じゃあ人間が耕さないなら誰が働くのって話ですよね。ここで登場するのが今回の主役、糸状菌。要はキノコの仲間の菌糸なんですけど、彼らこそが真のヒーローなんですよ。土の中で枯れ枝みたいな硬いものをバリバリ分解しながら、目に見えない巨大なネットワークを張り巡らせるんです。例えるなら植物のための地下インターネット。遠くからお水や栄養を集めてきて、植物が今これ欲しいって時にさっと届けてくれる超優秀なデリバリーサービスみたいなものなんです。さらにすごいのが、この土の中で起きている壮大な物々交換です。糸状菌は硬い炭素を分解してエネルギーを作るんですが、それを独り占めしません。なんと窒素固定細菌っていう別のバクテリアにお裾分けするんです。そうするとバクテリアはお返しに空気中からタダで無限にある窒素を引っ張ってきて、最高の天然肥料として植物にあげるんです。つまり菌とバクテリアがタッグを組めば、わざわざ高い肥料を買ってくる必要なんてゼロ。完璧な栄養のループが出来上がっちゃうってわけです。さてさて、次は2つ目、微生物が喜ぶ畝の作り方です。理屈は分かったけど、じゃあ具体的にどうやってその微生物たちのマイホームを畑に作ればいいのってところを解説します。はい、具体的なステップは5つ。微生物のための快適なタワーマンションを建てるようなイメージですね。まずステップ1、水を掘って丸太や太い枝を敷きます。これが水持ちを良くする貯水域になります。次にステップ2、その上に菌のご飯になる炭素をたっぷり含んだ有機物をどっさり重ねます。で、ステップ3がポイント。そこに土をかぶせて30センチから40センチの高い畝を作ります。これ低すぎると雨が降った時に菌が溺れちゃうから高くするんです。そしてステップ4、黒マルチで畝をピタッと密閉して温度と湿度をキープ。最後にステップ5、菌のネットワークがつながるのをじーっと待ちます。ここでちょっと面白いお話をしますね。ステップ2で入れる菌のご飯なんですが、落ち葉や枝はもちろんなんですが、実は自然素材なら何でも OK なんです。信じられますか？なんと名前のタグがついたままの古い綿 100% の下着だって使えちゃうんですよ。いや本当に着古した T シャツとかボロボロのパンツが微生物にペロッと食べられて、最終的にあなたが食べる甘いトマトに生まれ変わるんです。究極のリサイクルだと思いませんか？ただね、ここが一番の我慢のしどころかもしれません。畝を作ってから種や苗を植えるまで最低でも3ヶ月は待たないといけないんです。現代人って肥料をまいたらすぐ育つみたいなスピード感に慣れちゃってますよね。でも自然のインターネットが開通するのには時間がかかるんです。この3ヶ月間、黒マルチの下では微生物たちがせっせと地下都市を建設している真っ最中。この待つことこそが無農薬無肥料の奇跡の畑を作る最大の鍵になるんですよ。続いて3つ目、金ちゃん野菜の魅力に行ってみましょう。3ヶ月じっくり待ってようやく苗を植えました。じゃあそこからどんな野菜が取れるのっていうワクワクするお話です。皆さん、虫ってなんで特定の野菜ばっかり食べて他の野菜はスルーするんだろうって思ったことありませんか？ここでちょっと考え方を変えてみましょう。実は虫って自然界のお掃除屋さん、つまり分解者なんです。弱って腐敗し始めている植物だけを狙ってやってきます。でも金ちゃん農法のふかふかの土で育った植物は腐るんじゃなくて発酵している状態なんです。元気いっぱいで発酵している植物には虫は全く見向きもしません。虫は敵じゃなくて、ただ自然のルール通りにお仕事してるだけなんですよね。で、この発酵して微生物たっぷりの環境で育つと野菜にすごい変化が起きます。厳しい自然の中で生き抜くために野菜自身が抗酸化物質をドバドバ作り出すんです。この強い生命力がそのまま私たちが食べた時の深い味わいやびっくりするような自然の甘みにつながります。だから普段野菜なんて絶対食べないって言ってるような野菜嫌いのお子さんでも、この野菜だと目をキラキラさせてペロッと食べちゃったりするんですよね。あ、さらにもう一つ、ちょっと信じられない特徴があります。収穫した野菜をそのまま置いておいてもドロドロに腐るんじゃなくて、枯れ葉みたいに自然にカラカラに乾燥していくんです。これ細胞がめちゃくちゃ元気な証拠なんですよ。腐らないってことは加工してもずっと美味しいってこと。実際ある農園さんではこの乾燥野菜を栄養満点のふりかけにして、なんと年間1億2000万円以上も売り上げてるそうです。1億2000万ですよ。ただ美味しいだけじゃなくて長持ちするからこそのものすごい経済効果ですよね。さあいよいよ最後4つ目です。循環型農業としてのまとめ。
これまでの話を振り返りながら、ちょっとだけ大きな視点でこの農法の凄さを見ていきましょう。この金ちゃん農法の生みの親である吉田利光さんって方がいるんですが、ご自身の手法をすごく面白い言葉で表現してるんです。それが、金ちゃん農法はロープウェイ農法ですという言葉。ロープウェイ、農業なのにって思いますよね。でもこの言葉にこそ最大の革命が隠されてるんです。というのも、完全な自然農法って本当に素晴らしいんですけど、同時にめちゃくちゃハードルが高いんです。例えるなら、山の麓から重いリュックを背負って自分の足で登るようなもので、良い土ができるまで5年以上かかったりします。でも金ちゃん農法は、高い畝と黒マルチという人間のちょっとした知恵を使います。これがロープウェイなんです。このロープウェイに乗っちゃえば、険しい山道をショートカットして、微生物たちに力仕事を任せながら、わずか3ヶ月で一気に7合目までビューンといけちゃうんです。これなら、今日から始める初心者でもすぐに無農薬のすごい野菜作りができちゃいますよね。この話を聞くと、植物を育てるってことのイメージがガラッと変わりませんか？今まで私たちは目に見える地上の葉っぱや実ばっかり気にしてました。でも本当の主役は足元の土の中で生きている豊かなネットワークだったんです。最後に皆さんに一つ質問です。あなたは地上で野菜を育てますか？それとも地下で生命を育てますか？自然と戦うのをやめて自然と一緒に働く、そんなワクワクするような可能性があなたの足元の土にもきっと眠っているはずです。パプアニューギニアの高地に住む人々の中にはですね、主食としてさつまいもばかりを食べているのに、すごく筋肉隆々しで屈強な体格を持つ人たちがいるんですよ。はい。タンパク質をほとんど摂取していないのになぜか筋肉が育つという有名な話ですよね。そうです。その秘密は実は彼らの腸内に住む微生物にあるんです。空気中の約 78% は窒素なんですが、彼らの腸内細菌はその空気窒素を取り込んでアミノ酸やタンパク質に変換して体に供給しているんですよ。なるほど。で、もしこれと全く同じような魔法をですね、私たちの足元の畑で意図的に起こせるとしたらどうでしょう。多様な視点から事象の真相を探るザ・ディベートへようこそ。いや非常に興味深い現象からのスタートですね。人間の腸内環境で起きているその見事な微生物の働きをなんと土壌の世界で再現しようとする取り組み、それが本日のトピックであるいわゆる金ちゃん農法ですね。専門的な表現で言えば微生物共生型自然栽培というところでしょうか。その通りです。無肥料、無農薬、そして不耕起を基本として自然界に存在する伊藤条菌、つまりカビの仲間の力を最大限に引き出すというこの楽器的な農法について本日は議論していきます。私は擁護派としてこの手法が能動的生態工学に基づく極めて合理的で持続可能な農業の近道であるという立場を取ります。そして私は反対派の立場から議論に参加します。確かにその理論の美しさというか理想はよく理解できます。しかしその理想的な循環の裏には水分の厳密なコントロールですとか対象作物に対するシビアな制限があってですね、一歩間違えれば致命的な失敗につながる極めてリスクの高い人為的システムだと私は捉えています。ではまずこの農法がどうやって肥料ゼロで野菜を育てるのか、そのメカニズムから紐解いていきましょうか。ポイントは高炭素資材、つまり落ち葉とか枯れ枝、もみ殻なんかを土に投入することなんです。それらは人間で言えば食物繊維のようなもので、そのままでは植物の栄養にはなりませんよね。そうなんです。でもこれが糸状菌の大好物なんですよ。糸状菌が枯れ枝を分解しながら白い菌糸のネットワークを広げていくと、そこに先ほどのパプアニューギニアの例えで出した窒素固定細菌が集まってくるんです。つまり糸状菌が細菌たちの住処やエネルギー源を提供するわけですね。まさに細菌たちは空気中の窒素を固定してアミノ酸を作り出します。それを糸状菌が受け取ります。そして糸状菌はその栄養素や遠くの水分を今度は野菜の根に直接送り込むわけです。そして野菜はお返しとして光合成で作った糖分を菌に分け与える、この完璧な共生ネットワークを意図的に作り出すと。はい。通常自然農法で森のような自立した土壌環境を形成するには5年以上かかると言われています。でもこの手法では独自の構造を作ることでわずか3ヶ月から4ヶ月でその状態を実現できるんですよ。なるほど。私はこれをですね、山のふもとから自力で何年もかけて登るのではなく、一気に7合目まで到達できる、いわばロープウェイ農法だと評価しているんです。ロープウェイですか。確かに魅力的な響きですよね。でもそのロープウェイを建設して安全に運行し続けるための代償というものに私たちは目を向けるべきです。代償ですか？この農法は決して自然のままに放置するものではありませんよね。むしろ極めて人為的で精密な物理的バイオリアクターの構築と管理だと言えますよ。バイオリアクターですか？いや、それはちょっと機械的すぎる表現じゃないですかね。いやまさにプラント運営そのものですよ。高炭素資材を計算して積み上げて黒マルチというプラスチックのシートで完全に覆うわけですよね。そうやって内部の水分と空気をコントロールする。環境を整えるという意味ではそうですけど、常に50から 60% という最適な状態に保ち続けるというのは至難の業ですよ。自然のプロセスを人為的に数ヶ月に短縮させるための負荷は相当なものですよ。確かにその環境を作り出すための最初のアプローチは非常に物理的で戦略的ですね。
でもだからこそ数年のプロセスを数ヶ月に短縮できるんです。具体的にどうやってそのシステム、あなたが言うバイオリアクターを構築するのか説明させてください。どうぞ。まず幅60から120センチほどの畝を作ります。ここが重要なんですが、高さは20から30センチ。もし水はけの悪い粘土質であれば、なんと45センチほどの極めて高い畝にするんです。ちょっと待ってください。45センチですか？それはもはや畝というよりちょっとした土の壁ですよね。なぜそこまで極端に高くする必要があるんですか？日本の強烈な降雨量を甘く見てはいけないからですよ。この農法の心臓部は糸状筋ですが、彼らは好気性、つまり呼吸にために酸素を必要とするんです。水没して空気が遮断されれば彼らはすぐに死滅してしまうということですね。その通りです。だからこそ大雨が降っても絶対に水に浸からない高さを物理的に担保するんです。なるほど。理屈はわかります。しかしその小畝を作る労力を想像してみてくださいよ。深さ数十センチの土を手作業で掘り上げて壁のような畝を作る。これだけで体を痛める人も少なくありません。まあ初期の重労働であることは否定しませんが、さらに言えばですね、家庭菜園やベランダのプランターで挑戦したいと考えている方もいるはずです。この巨大な構造は小規模な環境にスケールダウンできるんですか？ああ、プランターでも応用は可能ですよ。そこに石を敷き詰めて水はけを極限まで良くした上で、同じように枯れ枝や土を層にすれば再現できます。ただ畑での本来のスケールに話を戻すと、小畝の底には丸太や太い枝を敷き詰めるんです。丸太をですか？その上に落ち葉や枯れ草、木材チップなどの有機物を10から15センチの厚さでミルフィー状に重ねていきます。で、最後に薄く土をかぶせて黒マルチで覆って土玉でしっかりと固定するんです。その黒マルチで完全に覆うという工程がですね、私はこのシステムが抱える最大のアキレス腱だと見ているんです。どうしてですか？黒マルチは雨風から糸状筋を守って保湿と保温を担う、言うならば最適な屋根ですよ。屋根であると同時に内部の異常を隠す蓋にもなるじゃないですか。先ほど水没すると糸状筋が知ると言いましたが、もしマルチの隙間から雨水が過剰に侵入したり、逆に通気性が悪くなったりしたら何が起こるか。ああ、ケネキ性発酵のリスクですね。酸素が不足したリアクター内では途端にケネキ性発酵が始まります。糸状筋が溺れ死んだ後、酸素なしで増殖する腐敗菌が一気にリアクターを乗っ取るわけです。まあ確かにそうなれば厄介ですね。厄介どころじゃないですよ。土はドブのような腐敗臭を放ちますし、たちまちウジ虫が湧く。一度ケネキ性に傾いて腐敗が始まれば、その畝はもはや野菜を育てる場所ではなく、ただの腐ったゴミの山です。この水分と空気のシビアなバランスを初心者がいきなり完璧にコントロールできるとは到底思えません。おっしゃる通り、ケネキ性発酵による失敗のリスクは確かに存在します。だからこそ水分を含みすぎる生ゴミなどの投入には注意喚起がされていますし、抗畝という物理的な安全装置があるわけです。とはいえ、やはり初期の構築には細心の注意とかなりの重労働が必要ですよね。それは率直に認めます。でも一度その環境が安定して土に目に見えるほどの真っ白な菌糸ネットワークが完成してしまえばどうなるか。その後は餌となる枯れ枝を表面に足していくだけで、数年にわたって一切耕す必要がなく持続するんです。毎年トラクターで土を掘り返して大量の原肥をまき続ける観光農法に比べれば、長期的な視点での労力とコストは圧倒的に削減されますよ。数年間不耕期のままで維持できるという点については確かに大きなメリットですね。しかもこの見えない微生物のネットワークがもたらす恩恵は労力の削減だけではありません。そこで取れる野菜の質、ここにこそ大きなパラダイムシフトがあるんです。野菜の質ですか？資料によれば何でも抗酸化力が異常に高いとされていますね。ビタミン C やポリフェノールといった抗酸化成分が市販の野菜とは比べ物にならないほど豊富なんです。強烈な紫外線を浴びても土壌の豊かなミネラルと菌の働きで細胞が極めて健全に保たれます。腐りにくいという話も聞きますが。そうなんです。冷蔵庫に入れておいてもドロドロに溶けて腐敗するのではなく、徐々に乾燥して発酵へと向かう性質を持っています。そして何より特筆すべきは虫に食べられないという事実です。そこは非常に興味深いポイントでした。農薬を使わないから虫が来るというのが一般的な常識ですが、この農法では真逆のことが起きると。はい。私たちは普段葉っぱが新鮮で美味しいから虫が食べると思い込んでいますよね。でも生態学的に見るとそれは大きな誤解なんです。と言いますと、青虫などの葉を食べる害虫は実は人間のようには胃液を持っていません。彼らのお腹の中は pH8 程度のアルカリ性なんです。胃液を持たないんですか？人間の胃酸が pH1 から2の強酸性で、食べたものを強力に溶かすのとは対極ですね。ではどうやって消化しているんですか？つまり害虫たちは自力で細胞壁を壊して消化する力を持っていないんですよ。彼らが食べられるのはすでに細胞が弱り、アミノ酸が過剰に溢れ出して腐りかけの柔らかい状態になった植物だけなんです。なるほど。つまり害虫というのは自然界におけるゴミ清掃員の役割を果たしているわけですね。弱って不健康な植物を土に返すためにやってくると、その通りです。だからこそ微生物ネットワークから完璧な栄養を受け取って抗酸化力で満ち溢れた健康な金ちゃん野菜は物理的に虫の胃袋では消化できないんです。そもそも餌として認識されないわけですね。虫が寄りつくのは土作りが未完成で野菜が弱っているサインに過ぎません。この生態学的なメカニズムを理解すれば、なぜ農薬が不要なのかが腑に落ちるはずです。その害虫の消化メカニズムに関する視点はまさにアハ体験と呼べるほど説得力があります。自然の理にかなった素晴らしいアプローチですね。しかしその健康で無敵な野菜が育つという前提には一つ大きな落とし穴がありますよ。落とし穴ですか？すべての野菜がこの丸太や枯れ枝の詰まったバイオリアクターで育つわけではないという事実です。
むしろこの梅の構造そのものが特定の作物にとっては致命的な障害になりませんか？具体的にどの野菜を示していますか？まず人参や大根のような直根系の根菜類です。彼らは地中深くまっすぐに根を伸ばそうとしますよね。しかし土のすぐ下には未熟な木材チップや硬い丸太の層が待ち構えている。まあそうですね。それにぶつかった根はどうなるか。当然物理的な障害物にぶつかって二股に割れたりいびつに曲がったりしてコネになってしまいます。おっしゃる通りです。さらにほうれん草などの微細な種子を持つ葉物野菜はどうでしょう。黒マルチで覆われた梅の頂上はどうしても表層が乾燥しやすくなります。種自体が小さくて浅くしか巻けないこれらの作物は発芽に必要な水分を維持できず直咲きしてもほからびてしまう。さらに言えばマメ科の植物です。マメ科は自身の根にネコリュウ菌という独自の窒素固定細菌を持っています。しかしこれが梅の主役である糸状菌のネットワークとテリトリー争いをしてしまって結果的に非常に育ちにくくなるじゃないですか。作物の適性に関して非常に鋭い指摘ですね。健康になれば虫には食われないかもしれませんが、そもそもこの環境では健全に育つスタートラインにすら立てない野菜が多数存在する。これは学的な近道とより極めてピーキーで用途の限られた特殊なシステムではありませんか？おっしゃるような作物の特性による壁が存在することは事実です。しかしそれらはシステムの欠陥ではなくて運用による微調整で十分に乗り越えられるハードルなんですよ。人参が丸太にぶつかる物理法則をどう微調整するんですか？直根系の根菜を育てる場合、畝の作り方を少し変えればいいんです。高炭素資材を投入する際、畝の上部5から10センチの範囲には大きな枝ではなくあらかじめ細かく砕いた微細なチップやもみ殻を土と混和させます。そうすれば根がまっすぐ伸びる初期のスペースを確保できますよね。ほうれん草などの乾燥に弱い種はどうしますか？黒マルチの乾燥しやすい表層に直接巻くのが問題なわけですから、まずは別の場所、例えばポットで本葉が 2,3 枚になるまで育てようします。根がしっかりと形成されて水分の吸収力が強くなってから畝に定植するんです。これなら乾燥のリスクは回避できます。なるほど、ポットで育てるわけですね。ではマメ科はどうですか？マメ科に関しても微生物同士の競合が激しい畝の造成初期を避ければいいんです。糸状菌のネットワークが完全に成熟して落ち着いた2年から3年目以降の畝に導入すれば見事に共生して育ちますよ。なるほど、対処法があることは分かりました。しかしですね、それはもはやあなたが最初に主張した山の7合目まで一気に登れるロープウェイという手軽なイメージからは大きくかけ離れていませんか？そうですか？ええ、上層の土に混ぜる資材のサイズを細かく分けたり、作物によっては育て用の手間をかけたり、マメ科のために都市単位で土の熟成を待つ。結局のところ対象となる野菜の生態と土壌内部の未生物のフェーズを完璧に把握して、それに合わせて人間のアプローチを複雑に調整しなければならない。これは高度に専門的な栽培スキルの要求に他ならないですよ。私はそれをネガティブな要求だとは思わないんですよ。むしろ自然界の複雑なプロセスを理解して、それに合わせて人間側が栽培方法をアジャストすること自体がこの農法のエッセンスであり醍醐味だと思うんです。エッセンスですか？はい。観光農法のように土の性質を無視して化学肥料と農薬という力技で無理やり育てるのとは次元が違います。作物の特性と微生物の成熟度をマッチングさせる知恵を持つこと、それこそがこれからの持続可能な農業の本来の姿じゃないでしょうか。自然を力でねじ伏せるのではなく、微生物の環境に合わせて人間の振る舞いを変える、その哲学的なアプローチには私も深く共感します。ただそれを誰もが簡単に成功できる魔法の農法として広めることには警鐘を鳴らしたいんです。プランターのような小規模ならまだしも、大規模な農場展開となれば、この緻密な通気層作りや均一な水分管理、作付けのローテーション管理はコストと手間の面で巨大なハードルとして立ちはだかるでしょう。その大規模化の課題については私も同意します。広大な面積で均一な小畝をどう効率的に作るか、投入する高炭素資材の調達や軽量化をどう機械化していくか、これはこのシステムが社会実装のフェーズに進むためのまさに次なる挑戦ですね。だからこそ安易なトレンドとして消費するのではなく、土壌環境の理屈、つまりなぜ気飽き性発酵が起きるのか、なぜ虫は特定の野菜しか消化できないのかといったメカニズムを深く理解した上で取り組むべき技術だと言えます。そうですね。ではそろそろ議論を総括しましょうか。私の立場として金ちゃん農法とは単なる放置ではなく、伊藤常勤という自然のエンジニアに最適な職場を提供する能動的生態工学であると求めます。はい。初期の小畝作りの重労働や水分管理、一部の作物に対する制限といった課題は確かに存在します。しかしひとたび禁止ネットワークが構築されれば、数年にわたって不耕期で持続し、害虫を寄せ付けない圧倒的な抗酸化力を持つ高品質な野菜を生み出します。これは土壌という見えない世界を生態学的な知識でハックする極めて合理的なアプローチです。一方で私はこれが決してノーリスクの魔法ではないとまとめたいと思います。45センチものの小畝という物理的なバイオリアクターの構築には多大な労力がかかり、内部の水分を50から 60% に維持できなければたちまち嫌気性の腐敗という失敗を招きます。また直根系やマメ科など作物の特性に合わせた綿密な対処も必須です。自然の時計の針を早回しして驚異的な成果を得るためには、人間側にも高い観察力、管理能力、そして失敗のメカニズムを理解する姿勢が強く求められるシビアな農法です。
この番組ではどちらかの主張を勝者と決めることはしません。土の中の糸状筋ネットワークという私たちが普段目に見えない世界に対し人間がどう介入していくべきか、この資料には沖縄などの亜熱帯気候における台風時の過剰水分への対策や糸状筋の働きによる土壌の暖流化がもたらす赤土流出防止のポテンシャルなど、まだ探求すべき事例が多く隠されています。そうですね。数百年かかる森の土作りの悠久のサイクルを数ヶ月の畝の中に凝縮するこの試み、大規模農場の経営者であれ、ベランダのプランターで家庭菜園を楽しむ方であれ、この複雑な自然との共同作業をどう捉え、どう向き合うか、リスナーの皆さんもぜひご自身の足元の土を想像しながら思考を巡らせてみてください。私たちの足元で広がる見えない禁止のネットワークは土の中にどんな新しい農業の未来を見せてくれるのでしょうか。本日はここまでです。